はい、今日は2日目の朝になります。今ここは空軍の基地みたいなんですけど、基地内は撮影禁止なんで撮れませんけど、ここから今日2日目のスタートです。ミレミリア2023レース2日目の朝を迎えました。なんとスタート地点はイタリア空軍基地の中というサプライズな演出に驚きました。ミレミリアの車両が交通量の多い街中を通り抜ける時など、安全にスムーズに走れるようにたくさんの警察の人たちがサポートしてくれます。今日もそれなりの距離を走るので、ランチ休憩以外は休みなしの工程で結構ハードな一日の始まりです。一般の車に混じって走ると分かるんですが、ミレミリア参加しているマシンたちは実はかなり速いんですよ。サンマリノでチェックポイント、旧市街地の景色にミレミリアのマシンたちが似合ってますね。アドリア海に面したペーザロでチェックポイント。サポート隊はこういったチェックポイントで給水などのメンテナンスを行います。今チェックポイントについています。ちょっとずいぶん前の車を抜いてしまったので、ここでウェイティングになります。こういったタイムトライアルが1日何箇所もあって、速さだけではなく A 地点から B 地点までにかかる時間の正確さを競い合う競技が行われます。カッセルフィダルドを駆け抜けていきます。今回のミレミリアは雨にほとんど降られなかったので快適に走れました。マチェラータの街中でチェックポイント。地元の人たちもミレミリアを楽しんでますね。Con il numero 156 abbiamo una Fiat 1100.旧市街地をゆっくりと走っていた途中で駆動系のトラブルが出てしまいました。今2日目のランチ前なんですけど、ここで急にクラッチトラブルが出て車が前に進まなくなって、今立ち往生してます。で、メカニックが駆けつけてくれるっていうことなんで、ここで修理をしてもらうのを待ちたいと思います。サポートメカニックチームの社長クラウディオさんが駆けつけてくれてトラブルの確認をしてくれてます。さすが慣れていらっしゃって動きが素早いですね。
メカニックのクラウディオさんが駆けつけてくれて車をチェックしてくれてます。治るといいんですけど。クラウディオさんは若い頃フェラーリ F1 でメカニックをされていたキャリアをお持ちで、現在はフィオラノでフェラーリやランボルギーニのメンテナンス工場を経営されています。1948年に作られたフィアット1100スポーツ本輪のエンジンはフロントミッドシップに搭載されていて、レーシング仕様に設計されたマルケッタモデルです。どうやら駆動系が壊れてしまったようで、クラッチをつないでも車が全く動きません。残念ですが、ここでは修理ができないため工場へ運んでもらうことになりました。マチェラートの市街地でクラシック専門のメンテナンス工場を経営しているマリオさんに緊急で修理していただくことになり、彼の工場へ車を運んでもらいました。マリオさんがトラブルの原因をすぐに見つけてくれました。リアのドライブシャフトが経年劣化のためねじ切れてしまったようです。できるだけ早くレースを復帰させるため、折れたシャフトを溶接して応急処置をしてくれました。でもこの修理はあくまでも応急処置のため、また折れてストップするかもしれないとのことで、修理を待っている間にスペアシャフトを誰か持っていないか、あっちこっちへ連絡して探してもらったところ、フィレンツェに住んでいるエルミニの社長からパーツを譲っていただけることになり、なんとスタッフが夜寝ないでフィレンツェまでシャフトを取りに行ってきてくれました。フィレンツェから朝方届いたシャフトをマリオさんに組み込んでもらい、テスト走行へ出かけました。車は完全に治っていました。マリオさん、ありがとうございました。おはようございます。今3日目の朝なんですけど、やっと後輪の修理が終わって、今工場をこれから出発するところです。で、今日は多分ランチタイムぐらいにはみんなと合流できると思うので、その地点を目指して今から移動します。3日目スタートします。ひたすら走り、シエナで走行ルートへ戻ることができました。シエナの市街地は美しいですね。カンポ広場へ到着しました。普段車は入れないんですが、インデミリアは特別。カンポ広場と車たちが一体化して
壮大な景色を作っています。この時計台は万者の塔と呼ばれていて、1348年に完成されたそうです。かんぽ広場のシンボルとなっていて、隣の建物は市役所として今も使われているそうです。向こう側に見える赤い屋根のあるところはレストランになっていて、サービスがとても良くて、食事もとても美味しいですよ。かんぽ広場の裏側にあるメルカート市場でビュッフェ形式のランチをいただきました。アイスクリームのサービスまであって、食事もデザートも充実していて、さすがイタリアって感じですね。今シーナの街に来ました。ここから今日は2日目のスタートです。街中で救急隊のお姉さんたちとハイタッチしたり、みんなそれぞれミンレミリアを楽しんでくれてますね。シーネを出てからおよそ2時間ぐらい走ったところで、ピストリアのチェックポイントがありました。街を抜けると心地いいワインディングが続きます。前を走っているのは1955年のミッレミリアへ出走したフェラーリ 250mm、 当時のワークスカーです。そして後ろからはメルセデス・ベンツ 300SL ガルウィングが追走します。普段ミュージアムに展示してあるようなクラシックカーが走っている姿を見れることもミンレミリアの醍醐味ですね。こういったワインディングをいくつもいくつも走り抜けていきます。すっかり暗くなって今は夜の23時過ぎです。はい、3日目パルマに到着しました。これ今日はだいたい400キロぐらいぶっ通して走りましたけど、車はね修理の後何のトラブルもなく無事にたどり着きました。見事なフレスコ画が天井に描かれた会場で美味しいディナーを堪能しました。ここはホテルの地下駐車場なんですけど、メルセデス・ベンツチームはここでメンテナンスを行ってます。明日の走行のためのメンテナンスを今
今からメカニックが行うみたいですね。今もう夜の12時なんでメカニックも大変ですね。今4日目の朝を迎えました。今日は無事に朝からスタートラインに立ってました。今日はね、そんなに昨日ほどハードには走らない予定なんで、車を壊さないようにマイペースで走っていきたいと思います。こういう景色の中を駆け抜けるのは最高に気持ちいいんです。前を走る車たちも景色にマッチしてますね。右手に見えるのはワイン作りのためのブドウ畑です。朝から順調に200キロほど走ってアレッサンドリアのガリバルディ広場に到着して、ここでランチをいただきます。はい、今レース中なんですけど、水温がだいぶ上昇して下がらなくなってしまったんで、これからメカニックに多分水がね、少しずつ今日すごく暑いんで減ってってしまって、でラジエーターの容量が全然足りてないんだと思います。ですからこれからメカニックが到着したら、水を継ぎ足してもらってまたレースに戻りたいと思います。サポートの人たちに給水してもらったので、水温計を気にしながらノバーラの街を走ります。今チェックポイントを通り過ぎたところで、水温が結構上がってしまったんでまたストップしてます。これからレスキューのメカニックが来てくれるんで、多分ね、水が少しずつ持っていて、でだんだんラジエーターの水が少なくなっていくことによるオーバーヒート症状だと思います。今メカニックが来るのを待ちます。ノバーラのチェックポイントを過ぎてすぐの地点でオーバーヒート状態となりストップしました。ラジエーターを修理しないと走行を継続できないと判断してレスキューを待っていたのですが、さすがに4日目ともなるとあっちこっちでトラブルでストップする車が多く、かなり待ってもレスキューはなかなか来てくれませんでした。
今ラジエー tappo ターの quello 水 del 漏れ radiatore 対策 e を l'acqua 応 resta 急処置でや bassa ってもらって e ま va す。 in sovrattemperatura, capito? Il tappo del radiatore perde 今日あ e と quindi 2時 resta 間ぐらい bassa 走って l'acqua ゴ nella ール testa なん perché で è più なんとか bassa 2時間 quindi 持 non ってく riesce れ a るといいん raffreddare. ですけれど、 Noi quando mettiamo l'acqua dal tappo まあ少しだましだまし abbiamo tolto la bravo, 走らせ abbiamo ていこう tolto と la 思い buca, ま la す。 mettiamo da sopra ma esce dal tappo sotto. Sì, sì, anche da chiuso. はい、一応ミレミリアのレスキューメカニックに応急手当てはしてもらったんですけど、やはりラジエーターにクラックが入ってるみたいで、今日はここで、ストップしてトラックで運んでもらうことになりました。で、夜のうちに修復して明日の朝からまたスタートできるかどうかっていうところでメカニックに車を委ねたいと思います。ミレミリアが手配してくれたレッカー車を待っていたんですが、いつピックアップに来てくれるか時間が全く見えないと言われて困っていたところ、こちらのルカさんが偶然帰宅途中に通りかかって僕たちの事情を聞いてくれて、ご自分のレッカー車を自宅に取りに行ってくれて、車をホテルまで運んでくれました。ルカさん、本当に助かりました。5日目最終日のスタートです。ゼッケンが一つ前の日本からご夫婦で参加されているチシタリアも無事に走り続けられています。はい、今日5日目の最終日、これからスタートします。なんと最終日のスタート地点からたった数百メートル走ったところで、昨夜応急処置をしてもらったラジエーターがパンクしてしまい万事休す。スタートして2の時点なんですけど、そこでラジエーターがオーバーフローして、今レッカーに車を引き取りに来てもらったところです。これでもう本当に今日最終日なんで、最後のゴールだけは手で押してでも行きたいと思います。ミラノからブレシアまでレッカーで車を運んでもらい、車を手で押してゴールまで行くことにしました。会場へ来ていた観客から応援の拍手をもらえて嬉しかったですね。あともう少しでゴール地点にたどり着きます。車は軽いので平坦な道なら手押しでもそんなに重くはないんですが、初夏のようなお天気でなかなかきつかったですね。パートナーの北岸さんも最終日で疲れているのに頑張って押していただいて完走を目指しました。観客が声援を送ってくれるとパワーが出ちゃいますね。ようやくゴールの舞台が見えるところまで来ました。最後少しだけエンジンをかけてステージへ上がりフィニッシュしました。
無事にゴールにたどり着くことができたんですけど、本当正直言って今回はスタートしていろんなことが起こりましたけど、最終日もなんと朝一スタートですぐにトラブルが出て止まってしまったんで、実はこのゴールまでは牽引トラックで運んでもらったんです。で最後のチェックポイントは、手で押して人力で何度かゴールにたどり着いて、終わることができました。この悔しさをちょっとバネに来年またリベンジしたいと思いますので、よろしくお願いします。こんにちは。5日間どうもご苦労様でした。今回はいろいろトラブルがあったんですけども、本当に人の縁のおかげでなんとかゴールに、手押しですけどもたどり着くことができました。今回でいろいろな問題点が分かったので、これを1年間でブラッシュアップしまして、来年リベンジを図りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今ミレミリアの打ち上げパーティーが終わったところです。打ち上げパーティーって言ってもね、本当に身内のスタッフだけで、フィレンツェの郊外にある